皆さんこんにちは、シオネルです。本日はですね、超高級夜行バスに乗車します。夜行バス、前回高知県のソメイユプロフォンに乗ったんですけど、その前にですね1回東京大阪で高級夜行バス乗ったんですね。でそれ以来になるんですけれども、今回はあの時よりもさらに値段が高いということで若干緊張しておりますで出発はというかここでいいんだよね。今この奈良駅のバスロータリーにいるんですけど、あんまりバスタ新宿みたいな感じでめっちゃここですみたいな分かるわけじゃなくて、本当にここでいいのかなっていう、多分合ってると思います。時間になったら来てくれると思うのでここで待ちます。出発は9時35分なんですけど、今は8時50分ぐらいです。集合時間とかあんま書いてなかったので、とりあえず出発時間までに間に合えば何でもいいのかなということです今日はですね、特急まほろばで奈良に来て奈良観光をして、今ここ奈良から東京に戻るという感じです。駅前にはローソンもね左にあるんですけど、コンビニがあるので買い出しもバッチリです。駅の外ってあんまりお手洗いがないイメージなんですけど、ここはありました。あっという間に出発の5分前、結構ギリギリですね。こちらの4番乗り場付近に現れました。今回乗車するドリームスリーパー、全11席の完全個室夜行バスです。夜行バスなのに11席しかない、さらに全室個室ということで特別感しかありません。奈良大阪から新宿間を運行しています。ドリームスリーパーという名前の下にぐっすりって書いてあります。バスでぐっすりですよ。楽しみでも逆に眠れなさそうです。はい、これお願いします。ありがとうございます。はい、エスコートをしていただいて緊張しています。車内では高級そうなモフモフスリッパに履き替えです。なんと脱いだ靴をスリッパを履いている最中に袋に入れてくださいました。なんだかホテルに泊まりに来たような感じですが、ここはバスの車内です。なのに座席が見えません。バスに乗車したことを一瞬で忘れてしまうこの空間です。ちなみに試しに初めてネカフェに来たよって母に写真を送ったら信じてました。こちらが本日の私だけの空間です。今日はここで移動できるんだって思ったら、乗車してからさらにテンションが上がります。扉を閉めて完全個室になります。鍵があるわけではないので部屋間違いには要注意です。座ってみても空間がとっても広いです。天井も高いですし、足元に脱いだ靴を置いてあるのですが、そんなのも全然気にならないくらい自由に足をバタバタできます。そして廊下もですけど、お部屋も絨毯張りになっているので音がしないというのもとてもいいポイントです。テーブルも大きいので食事などしやすいです。ただ横に広いわけではないのでパソコンはギリギリ乗りませんでした。で、横には充電用のコンセントと USB ポート、あとこの左のパネルはですね、音楽が聴けるそうです。それをこちらのヘッドホンで聴けます。私は一番後ろの席なのですが、他の座席と比べて窓部分が小さいので若干狭く感じるかもとここで気づきました。ドリームスリーパーに乗車しています。奈良から乗ってきた方は私含めて2人でした。といっても座席自体ここ11席しかないので、これぐらいになるんじゃないでしょうか。では、アメニティ類を紹介していきます。まずですね、めっちゃありがたいと思ったんですけど、キンキンに冷えたお水、そしてウェットティッシュと案内状みたいな、
と歯ブラシと耳栓とヘッドホン用のイヤーカバー、そしてマスク、最後にホットアイマスク。もうこんなにたくさんアメニティがついています。そしてシャープの匂いとか菌、花粉をブロックしてくれるプラズマクラスターが1部屋ずつあります。明かりの位置は最初は戸惑うんですけど、でもご飯を食べたい時は前、寝る時は頭の部分だけ消すとか、そういう使い方もできて自分好みに調整できるのがとてもいいなと思います。グイーンと倒れていくこの瞬間、最高ですよね。腕もこれでもかってくらい伸ばせますし、ちょうど座席を倒しきった位置に絶妙な角度でクーラーが当たるので快適です。空調が2つあるので、座った時にはこっち側、寝転がった時にはこっち側と、ちゃんと両方で機能してくれていて嬉しいです。こんなに肘を広げてもいいっていうのも、普段のいろんな乗り物の乗車時間では味わえない優雅さです。これは NASA 考案のゼログラビティ理論を取り入れた電動リクライニングシートです。この全てを倒した今の状態が身体的ストレスを最も軽減する姿勢で無重力状態を体感できるんだそうです。一直線というよりは全体的にくにゃくにゃっとしている感じ。でもスペースが圧倒的に広いので、圧迫感のなさが居心地にかなり影響しているなと思います。座席上部には予備のブランケットとリラックスウェアもあります。ブランケットは厚手で触り心地もいいです。車内にはお手洗いがついています。私は車内で使ったことはまだないのですが、緊急時などにもやっぱりあると安心ですし、長時間移動には必要不可欠な存在だなと思います。座席の後ろは荷物を置いたらなくしそう。では気になるお値段ですが、なんと22,000円です。めちゃくちゃ高い。大阪は私のおばあちゃんの家があってよく行くので、この値段でという戸惑いもあって購入するときは勇気がいりました。存分にこの乗車時間を満喫しようと思います。そして今回は初めての個室。音さえ気をつければ何でもできるかなと思います。ということで今回は夜のデザートを買ってきました。強烈な匂いがするものは隙間から他の個室へもお邪魔しそうなので避けた方がいいかなと思います。高速バスってとにかく安いのが魅力的ですけど、もう乗ったら寝る以外に何もできないのが苦痛で、早くサービスエリアつけーって願っておとなしく目をつむっているんですけど、もう今はもう全然ゆっくり満喫させていただきますという気持ちです。そしてこの窓が縦横いっぱいに広がっているので、もう朝がすごく楽しみになりました。ただ私の座席は車体ラッピングに重なってしまっていてちょっと残念でした。夜は街灯や他の車の明かりが眩しいんですけど、この車窓も遠出している感があって私は好きです。寝るときはカーテンを閉めれば明かりは入ってこないので、カーテンは絶対に開けられない通常の高速バスとは違って自分のタイミングを優先できるのが嬉しいです。こうやって過ごしていても他のお部屋の音が全然聞こえてこないんですよね。皆さん寝ているのか何をされているのかちょっと気になったんですけど、それくらいプライベート空間が確保されているんだなと嬉しくもなりました。
やっぱり3列4列シートの安い夜行バスだと誰かが携帯を触ったり、あとはコンビニの袋を触ったりっていうのが車内全体に聞こえてかなり目立つので、本当に気を使うんですよ。でもこのバスはその必要が一切ないので心理的な落ち着きがあります。リラックスウェアはワッフル素材で気持ちいいです。注意しないといけないのが、立ち上がると防犯カメラに着替えが映ってしまうので座ってしか着替えられません。ちょっとこれがね結構大変でした。イヤーカバーをつけるのにちょっと苦戦しましたが、なんとか完成しました。どんなにチャンネルを変えてもボタンを触ってもジジジジジジという音しか聞こえません。そして説明書以外にドリームスリーパーから見える景色のご案内もあります。夜行バスでこんなの見たことないですよね。そもそも窓の外を見ることは叶わないわけですから、個室ならではのおもてなしです。現在は22時30分。出発してから約1時間が経ちました。最後の乗車地である大阪駅まではまだ時間があるのですが、もうだいぶ準備が終わったので寝る体勢に入ります。ここでちょっと思ったのが、寝るにしては思ったよりも座席が倒れないなって思いました。座席幅は両手を横に置けるくらい。寝返りは打てませんが十分余裕があって快適です。でも前回乗ったドリームルリエプレシャスクラスと比べると座席シートの大きさは全体的に小さめかなと感じました。シートベルトも肩掛けでしっかりと守ってくれているので横を向いたりっていうのが難しいです。でも足を自由に動かせる。もう何回も言ってるんですけど、もうこれが本当に素晴らしいです。難波道頓堀近くの千日前のネオンとにぎわいが見えて、この華やかさで大阪に来たことを実感します。現在の車内の様子はこんな感じです。かなりリラックスして乗車しているのが伝わるかなと思います。誰にも見られない移動ですけど、誰よりも自由です。メイクは多分落としておくのが一番いいんですけど、今回私は拭き取りメイク化粧水を持ってきました。いつも歩いている道を今日はゴローンとしながら通っていて、なんだか不思議で嬉しくてふわふわした気持ちになりました。さあ、最後の乗車地である大阪駅を出発しました。ここから約7時間半かけてバスタ新宿に向かいます。改めましてお客様、こんばんは。本日は夜行高速バスドリームスリーパー東京大阪7号ご乗車いただきまして誠にありがとうございます。消灯時間の前に行くところがあります。なんとこちらの車内にはパウダールームがついています。ここで簡単にメイクしたり、メイクを落としたり、歯磨きをしたりできるんですね。揺れる車内でも安心して利用できるように収納式の椅子が装備されています。
綿棒とかも置いてあったりして配慮が嬉しかったです。ということで23時半を過ぎました。ここで消灯時間です。左手には車窓案内で見た大阪城が近づいてきています。こう一瞬ちらちらと見えているのが分かりますか？普段の高速バスではできない夜景を楽しみながらアイマスクを準備して私もそろそろ寝ようと思います。一つ目のサービスエリアの草津サービスエリアに到着しました。すごい夜行バスが本当にたくさんあるので乗り間違えたりとか結構しそうですね。今は0時19分なんですけど、15分ぐらいに止まって30分に出発なので15分、休憩時間です。いろいろうろうろしたりしたらバスの場所を忘れるので皆さん気をつけてくださいね。まあ私はなんとか行けそうです。なんとか行けそうだけど、あったありました。よかった。時刻は1時なのでそろそろ寝ようと思います。おはようございます。外がだんだん明るくなってきて目が覚めました。現在は4時30分。ちゃんと眠れるかなという不安はどこへやら。途中目覚めることなくしっかりと寝ることができました。さあ、おはようございます。時刻は5時45分。1時間ちょっとたっぷり二度寝しました。朝起きてバスタ新宿まではあと50分ぐらいあるのですが、この時間を過ごしている中で思ったのが、この目覚めてからの時間がとても快適だということに気づきまして、普通3列4列とか個室じゃない夜行バスだと途中目覚めちゃうとちょっとそこからが地獄みたいなところがあって、もう頑張ってもう一回寝るか携帯も触ることができないので、どうこの時間を乗り切ろうか頭の中でぐるぐるぐるっと考えるんですよね。でも今はもうそんなことも考えず、この時間を自分の好きに過ごせます。今回初めて完全個室の夜行バスに乗ってみて、やっぱりバスにおいても個室の魅力は計り知れないなと感じました。リクライニングの角度だったり車内設備だったりいろいろと比べると個人個人で好みは分かれそうだなとは思いましたが、この走るプライベートルームを体験して人気の秘密も分かった気がします。早く着かないかなと思うことは一度もなく、バスタ新宿に到着します。完全個室の夜行バス、また乗りたいですね。ということで本日も最後まで見ていただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。